発射。4発分離成功。ゆるふわ軍事チャンネル。皆さんこんにちは。こんにちは。自衛隊の電子戦機も作れちゃう謎のゲーム、カーバルスペースプログラム2。前回割と普通なの作ったで。ということで今日はちょっと変わった機体を作りたい。いつも変なのやろ。出た。これはガンダムに登場するシオン広告軍の戦闘爆撃機、ガタル。絶対と弁形状しとる。というか足なんや。どうやら膠着装置らしい。いろいろあかんやつやろ。この兵器は本当に飛べるのか、また一つガンダムの闇を暴いていっちゃおうかな。じゃあ制作開始。いつもみたいに1分の1で作りたいんだけど重大な問題があるんだよね。なんや。なぜか詳しいスペックがどこにも記載されてない。なんでや。非公式にサイズ測った人いるんだけど正しい全長などは不明。ズンちゃんは左右についてる大型の対艦ミサイルを基準にして機体側作っていこうかな。今回は1分の1やなくて見た目の形状だけ合わせるってことか。そういうこと。機体の中央構造は今作ったミサイルを流用。前後の重量バランス調整用に燃料タンク。胴体は何で作ろうか迷ったんだけど最近よく使ってる翼パーツ。このままだと見た目おかしいから90度回転。左右重ねることで板のようなパーツできるね。このゲーム長方形パーツないからな。対艦ミサイルに胴体サイズ合わせて次は足。足も意外と太くて平べったい形状。ここの2枚の翼パーツ合わせて形作るしかない。下の段はさっき作ったのをコピーして造形。結局一番下まで2枚合わせの翼で作ることに。一応翼やから垂直尾翼的な安定性は確保されるやろな。どこまで聞いてくれるかだよね。サイズおかしかったり見た目合わないってことで何回か作り直して完成。ちなみにどのくらいかかったん？たったこれだけで1時間もかかってる。明らかに時間と規模があっとらん。パーツ組み合わせるだけで誰でも簡単に飛行機とかロケット作れるんだけど、複雑な形状だとめちゃくちゃ時間かかっちゃう。みんなは参考にしながらサクッと作ってみてな。次は足というかスキーの板みたいなスキット作る。翼パーツにするか迷ったんだけど、やばいほど荷重かかりそうだから頑丈な鉄骨パーツで再現。多分ゲーム内で最も接続と強度の両方が硬い系のパーツやな。墜落しても鉄骨だけ残ることあって強さは確認済み。後ろ側も跳ね上がっててスキーで言うとツインチップって形状になってる。案外この部分を作るの簡単であっさりできちゃった。本当にこれで大丈夫なのか、足完成や。ゆるふわ軍事チャンネル。次はコックピット付近か。先がシュッとまとまってるね。こういう時は胴体パーツをコピーして先端を細くするだけ。翼パーツやからこういうこともできるんか。途中段差あったり見た目おかしくなるときはさらにもう1個組み合わせて形状作る。ついでに胴体側も終わらせちゃう。ここも上のパーツをコピーして厚みを作る。斜めってるところはさっきのパーツを流用。謎の構造も作れば完成。見た目全然ちゃうけど雰囲気だけや。次はコックピット。さすがに形状ないから自作するしかない。燃料タンクにくっつける形でフェアリングで作る。このフェアリングパーツは一度閉じるとバグで再編集不可能。さらにバグがあってコピーすると形状変わっちゃうから扱いが大変。どんだけバグあるんや。コピー置いておくか細かく保存しながら作った方がいいね。コックピットは取れることで緊急脱出できたって記載あったから分離できるようにしておきます。デカプラを挟んで接続。できた。絶対ズンコのおもちゃにされそうなコックピット完成。緊急以外分離したりしないって、基本いつも緊急やろ。みんな大チュキエンジン周り作ってくよ。これ形状どうなっとるんや。参考画像出せないんだけど、丸いお弁当箱っぽい形状に大きいエンジンと小さいエンジンついてる。この形作る方法はやっぱり翼しかない。困ったら翼やな。エンジンは機体サイズに合わない巨大なものがついてる。ということでゲーム内最大サイズの搭載。ぶっ飛んでくわ。ガンダムなんだからちんたら飛んでたらダメなんだって。自分がやりたいだけやろ。さらに小サイズのエンジン4機。付け根部分目立つから翼でカバーを作って隠しときます。よーし、これで難しいところはほぼ完成。じゃあ残り仕上げてくよ。ガトルどうやって飛ぶのか。翼は2枚しかない。まあ昆虫とかも2枚の羽で上手に飛んどるのおるからな。
内側と外側で2枚構成にしてピッチとかロールの機能を割り当ててみる。そしてスキットをどうやって滑らせるか。小さい固定式の車輪つけて滑走できるようにしようかな。どんな付け方してんねん。あかねちゃんみたいにへそ曲がりなっちゃった。やかましいわ。つけたの半分くらい曲がってたから修正。雑すぎるやろ。位置と高さも完璧に合わせときます。よーし、最後にバトルっぽい色に塗装すれば完成だね。はい、ということでこちらが完成したシオン広告軍の戦闘爆撃機ガトル。全長21メートル、幅22メートル、高さは19メートル。乾燥重量325トン。325？ 重すぎやろ。重りパーツとかつけてないのにどういうこと？翼で作った足で本当に耐えられるのか。パーツ数は273個、製作時間は6時間くらいかな。バグってる疑惑ある機体に乗り込むパイロット視聴者さんはこちら。機動戦士ガンダムの G アーマー飛ばしてください。よかったね、今日 G アーマー会ですよ。ガトルや。ウルトラシリーズ初のパイロットに任命ありがとうございます。いつものガンダム視聴者さん。ウルトラマンの機体作った時のコメントだね。多分ガトルも再現飛行した人いないと思うから世界初。誰も飛ぶ思わんから作らん。じゃあ初飛行やっていっちゃおっか。ゲームロード中、パーツ数200超えてるから結構重い。どう見っとる。待って、どこか壊れてる。足や足。やばい、プルプルしてる。爆発した。ズンズンちゃんと作ったのに、300トンあるのが原因やろ。ランダムで発生する開幕爆発バグだって。だからどんなバグや。安心して、コックピットは無事。ついでだから分離テストしよっか。ついでって。ポチー。いや、激突やん。パッカーン。後ろパッカーンしちゃった。改めて、パッカーン。視聴者さん、いたいた。ズンコのいじりにまな板の恋状態の視聴者さん。脱出試験は完璧。問題は機体の方。問題はズンコの方や。このバグは再離陸選択すれば大丈夫なはず。はい、そのままやり直してます。どうかな？やっぱり足壊れとるで。待って、違う。ガトルが重すぎて小さい車輪全部壊れてる。20個くらいつけたのにダメなんか。小さい車輪使えない。ズンちゃん困っちゃった。タッカーンやめれ。もしかしてワンちゃん滑っていけるんじゃない？いや無理や。動力確認、バグってない。行こうとすんな。やってみないとわからないじゃん。初飛行試験、燃焼開始。あかん。コックピットから行ったー。そりゃこうなる。爆発した。予想通り鉄骨は滑らない。なんか飛んでったやろ。こっちみんな。安心してほしい。息はある。めちゃ回転しとったやろ。スケートの伊藤みどりに比べると大したことないって。ということで使えないタイヤを撤去。第2案、膠着装置パーツを使って滑らせる。これめっちゃ滑るやつや。昔同じ構造を使ってマッハ3まで行ったことある。滑る上に丈夫なんやな。欠点はハンドルが効かないこと。そこで小さいタイヤ入れてステアリング効かせる案でいく。完璧。よいしょ。おお、開幕爆発音なくなった。膠着装置耐えてる耐えてる。ちょっとプルプルしてるけど問題ない。これは壊れるわ。じゃあ飛行しちゃおっか。ちょい待て。どうしたのかな？いや、自分作った構造や。ミサイルに視聴者さん入れんな。話しとるのに閉めんな。だってもう飛びたいって声聞こえるし。現状経過、スパチャありがとうございます。うまく飛べたら対艦ミサイル攻撃もやってみたい。動力、オッケー。滑走試験2回目。次はつんのめらないようにエンジン出力 20% でやってみる。では行きます。燃焼開始。いったいった。あかん。やばいやばいやばい。全然滑っとらん。そんなはずないって。でも明らかに滑り悪かった。どういうこと？見た感じ鉄骨とほとんど変わらんね。エンジンふかすな。膠着装置パーツ氷の上レベルでめちゃ滑ったのに。
大爆発した。この案使えないなら結構やばい。パーツ悪くて滑らないバグ出てる可能性あるからワンサイズ大きいのに変更。いや、滑らん方が正しいやろ。これは昔使ったことあるから滑るのは間違いない。はい、試験3回目。賢くて可愛いズンちゃん、1回展開しないと滑らない説思いつく。いや、もうこのまま離陸すればええやろ。見た目ってのがあるんだって。見た目ってのが、これでいいならスキットの意味ない。変なことにこだわる東北純子。車輪は問題ない。ここで閉じると。完璧。準備は整った。ガルト行くしかない。ガトルや。世界初の離陸へエンジン燃焼開始。エンジン動いてる？普通に動いとるやろ。なんかおかしい。いつもおかしい。どういうこと？日の丸飛行隊レベルのビタ着状態じゃん。摩擦マックス状態やろ。エンジンフルスロットル。動いた。おっとっと。何やってんねん。ツルツルのはずの膠着装置が摩擦やばいんだって。というかガチで鉄骨と変わらん。原因不明。さっさと作り直せ。何回かやってみたけど結果は同じ。閉じた状態だと滑らない。このままだと離陸どころか滑走もできなくて動画終わっちゃう。毎回顔面ぶつけるコロコロ動画だけや。仕方ないからやっぱりタイヤに変更。大きいタイヤで小さいタイヤ守る方法で滑走路に出してみる。はい、滑走路来たで。よいしょ。足は壊れん。この出した最初の衝撃が強い。だから開幕で壊れとったんか。大きいタイヤを格納すると。ほんまや壊れん。とりあえず滑走はできそうな雰囲気してきたで。じゃあ行くしかない。ガトル夢の初飛行へエンジン燃焼開始。いけとる。来た。ズンちゃん来た。というかただ滑走しとるだけや。ガチで無理かと思った。よーし、いい感じ。滑走姿勢安定。これほんまスキーしとるような姿勢やん。ちょっと似てるよね。時速約 500km や。いける。出力アップ。機種上げ開始。どこか壊れとる。やばい、足が崩壊してる。緊急離陸。これ不便機体やろ。やばい。もうあかん。消しとんだ。ちょっと待って、リプレイ見せて。こっちみんな。視聴者さんぶっ飛んでいった。何もねえ。むちゃくちゃや。離陸難しそうだからちょっとエンジン上方向に傾けてみた。そういう問題やないやろ。というか面白い映像撮れたしもう満足。飛べるまでやれ。これ飛べないって。さっき膠着装置壊れちゃったから一応伸ばした状態でやってみる。最初からこれやっとけ。だから見た目があるんだって。見た目。スタバで Windows 機開けないでしょ。それと同じ。家の近くにないやろ。オートバックスならある。草。アホなこと言っとる間に時速 600km 突破。できるかできないか全ての運命が決まる。機種上げ開始。おっとっと。いやこれ無理っぽいで。機種上げ。やばい。ロールが止まらん。浮かび上がった。来た。飛べとる。待って、めちゃ不安定。戻せない。水平にならない。このまま左回転して戻してみる。どんなやり方や。どこかおかしいんだって。上昇が止まらない。ロケット状態や。ガチでどこかおかしい。バランスがめちゃ悪い。ここで無理やり止める。よし、いけた。ガトルいけとるやん。というかこれどうやって飛んどるんや。多分エンジンの強力な水力変更でなんとかなってる。一応翼も効いてるけどどこまで役に立ってるかわかんない。旋回とかしたらくるくる回転するパターンかもしれんで。でも無尾翼機みたいに明らかに不安定な感じでもない。機種の上げ下げ。いけるで。いやガチでどういう原理で飛んどるんや。じゃあいつもの空域までなんとか飛行して試験飛行しちゃうよ。ゆるふわ軍事チャンネル。現在の高度 3200m、 飛行速度時速約 1000km や。左に倒して旋回開始。ロール性能はかなり悪い。
このくらいで奇襲で。かなり厳しいやん。これね、普通の機体みたいに傾けて旋回できない。なんか常に足が下に下がろうとしてるのか、ロールの力が加わってる。もう一回やってみる。左ロールして。次は深めに入れて旋回。微妙やけど旋回できとる。でもやっぱり足が下に下がろうとして勝手にロールしちゃう。確かに回っとる。右回転。昔作った機体でも同じような飛び方したのあったんだけど覚えてない。で、無理やりロール修正しながら飛行するとこうなる。止まったり旋回したり止まったり旋回したりや。一定の角度保ちながらスーって回すのがかなり難しい。主翼と水力変更しか機体動かす方法ないから多分色々難しいんだと思う。当然同じことになるけど右旋回。ちなみに今の状態はこれ。重心はここにあって空力の中心はここ、水力の中心はここにある。それほど異常な状態ではないか。墜落するほどじゃないけど旋回性能は劣悪。10段階評価で1だね。1きた。10分くらい飛行してるとだんだん慣れてきて一応旋回っぽい軌道が取れるようになるかな。それでもかなり無理やりやろ。機体をここまで傾けて回すしかない。じゃあ次、バレルロールやってみる。いや墜落するやろ。主翼の動力全部にロール機能割り振ったら機動性良くなった。確かに速くなっとる。ほら結構いけるでしょ。シュッと止める。ちょっと回りすぎたけどまあこんなもんや。というかバレルロールというよりも普通のロールになってる。若干軸ずらしたロールにはなってるけど多分できてないよね。うちはようわからん。燃料込みで460トンある機体でここまでできるんだからよしとします。この見た目でここまで飛べればええ方や。ちなみに旋回性能は全然変わってなくてロールだけ良くなってる感じだね。よーし次はループ飛行やってみる。大型機やとそのまま墜落すること多いやつや。ループ飛行後ろに1回転開始。やっとるんか。フルで操縦桿引いてる。全然上がってこん。なぜか回せない。こんなの初めて。というかここまで機動性悪いの左右のミサイル原因ちゃうんか。ちなみにこのミサイル全長 11.4 メートル直径 2.5 メートル重量が35トンあります。ありますやない。ミサイルだけで約40トンやん。ずんちゃん興奮して汗かいてきちゃった。うちも変な汗かいてきたわ。何だこ何じゃあ参考程度だけどコックピット視点やろっか。完全に中入っちゃうと見えなくなるから上から。予想だと上下の視界はまあいいとして左右はやばい。謎の隣のコックピットと視界重なるんか。なぜ分かれてるのかは公式の説明かはわかんないんだけど、ミノフスキー粒子散布下では誘導兵器がほぼ無力化されてしまい、命中率を高めるために標的に接近せざるを得ず、危険性が増したために搭載された機構ってなってるね。ミサイル誘導、攻撃面の理由か。ずんちゃんガンダム詳しくないから細かいことは不明。詳しい視聴者さんのコメントあると思うから気になる人は開いてみてな。じゃあ低空飛行やっていっちゃおっか。やめとけ。この機体では危なすぎるやろ。前回自衛隊の EC2 飛ばしたんだよ。このくらい余裕だって余裕。あれはまともな機体や。でね、調べたら気になること発見したんだけどいいかな。なんや、嫌な予感しかせんけど。ピクシブ百科事典見てたらこのガトル。宇宙用複座型戦闘爆撃機ってなってるけん。今どこ飛ばしとるんや。地表200メートルに決まってるじゃん。宇宙で飛ばす機体を大気圏内で飛ばすな。多分アニメだと大気圏内でも飛ばしてるって。そうだよね。ちょっとぶつかる。余裕だって余裕。ひーひゃっはー。初めて動画見る人いると思いますがこれが普通です。テンション上がってきちゃった。ずんちゃんの完璧な制御で低空飛行も問題ない。前見れ。余裕だって余裕。やばいやばいやばい。言わんこっちゃない。緊急脱出。動作重すぎてキーボードの操作受け付けないけん。わあ、眩しい。また消しとんだ。何も残っとらん。はいやないやろ。ロードすれば元通り便利だね。じゃあせっかくだから緊急脱出試験やっちゃおっか。もうどうなるか結果わかっとる。コックピット激突する。本当かな。ニコニコやめれ。
何はともあれやってみる。コックピット分離。大気で押されて引っかかっとるやろ。あれやない。プランさせて振り落とすしかないじゃん。振り落とす言うな。プラン。落ちた。視聴者さん生身なっとったやろ。わろたに最高やろうか。片方のコックピットも外れた。よーし、こっちは無事。めちゃくちゃ順調なんだけど、いや、さっき事故っとったやろ。映像的にはあっちの方が美味しいから成功。こっちはもう落ちるしかない。つまらん。課金視聴者さんどうなるんや。そろそろパラシュート。よそ見しとらんとパラシュート。我が輩はコックピットである。パラシュートはまだない。なんちゃって。激突する。もう何もできません。爆発しないんかい。まさかの帰還成功。やったことないけど宇宙からも帰還できる気がする。新しい動画ネタ見つけちゃった。悪魔みたいな笑顔やめる。もちろん課金パイロット視聴者さんは無事。よかったね。無事な落ち方しとらんやろ。やだ、バトル本体落ちてきた。ミサイルのとこ視聴者さん乗っとる。もう何もできません。これは気分。いわゆる団地妻の叫びってやつですね。断末魔や断末魔。はあ、面白かった。じゃあミサイルテストもしたいし着陸しちゃおっか。ロードすれば何回でも蘇る。だいたい 20km 先滑走路や。みんなちょっといいかな。だから何や。真面目な問題が発生してる。エンジン水力下げて速度下がるとめちゃ機種上げしちゃう。何？違う。正しくは水力変更を使わないとめちゃ機種上げする。重心前にあるのにやばいくらい機種上げしちゃうんだけど、進入コース外れとる。押さえつけても機種上げ止まらないんだって。何かおかしい。おかしいのが作っとるからな。やばい。はい、速度出して水平なってます。ガチで着陸できるってレベルじゃない。ということで機体後ろの燃料を前に集めてバランス取る方法をやってみる。こんなこともできるんか。飛行中は初めて。どうや？数トン前にやったのにまだ機種上げする。エンジン傾けて搭載したのが原因かなって思ったけど、蹴ると機種上げするから違う。重心前にあるのに機体自体が機種上げするってことか。入れたパーツが原因だと思う。高度系水面なっとるからおかしいけど、あと40メートルくらいや。姿勢安定、降下速度いい感じ。一発勝負で行くよ。撮影面倒ってだけやろ。来た。新進の着陸姿勢は栄光への架け橋だ。どこのオリンピックや。バトル、銀メダル目前ってまさかの大失敗。大爆発しとる。わあ、眩しい。消えた。やだ、どこかの視聴者さん。あの爆発で奇跡的に耐え抜く。もしかして過去一安全な機体なんじゃない？そんなわけあるか。オッケー。よーし、じゃあ最後に大型対艦ミサイルの発射試験して終わろっか。ズンちゃん板金中。何回目の登場かわからないガトル。いや、ちょい待て。また足のところに視聴者さんついとるやん。またどこかに乗せてくださいね。再現度高すぎよう。逆さ吊り状態で飛行してみたいです。墜落時の衝撃を全身で受け止められる素晴らしい席に乗りたいです。任せてください。ここはあかん。ズンちゃんの計算でこすらないような高さなってるって、すでにこすっとる。当たり判定は座席にあるからいける。ほりゃまた奇妙な代物飛ばすんやね。熱を感じられる場所に乗りたいです。もっと面白いものを座席から見てみたいです。へいお待ち。だからどこの大衆居酒屋や。スパチャありがとうございます。ということで破壊のターゲットになるのは以前作ったカプラーニ60。大型飛行艇や。今から対艦ミサイルを当ててみる。またやり直し地獄なるで。その前にこっちを離陸させないといけない。一応さっき離陸できたやん。壊れながら離陸したから偶然の可能性あるんだよね。今なんか壊れた音した。多分全員健在。多分やめれ。現在の速度時速 500km。
だからなんかこすっとる。そんなことより機種上がらない。どういうこと？もう末端まで来たで。奥義、最後の坂。ただの地形や。利用して飛び立つしかない。みんな行くよ。あー、変な声出すな。行けた。飛行艇はここの港にある。もうちょっと距離取ってから旋回しよっか。エンジンとこの視聴者さん、準備 OK？ ここの席前見えんやろ。しれっと焼き入れんな。じゃあ旋回。エンジン推力弱めて機種上げ操作でやってみる。さっきの飛行特性応用や。なんかいい感じで回れてる。高度 4000m、飛行艇から約 20km 離れとるで。真正面に捉えて姿勢を安定させる。では行きます。大型対艦ミサイル1回目。前段発射。続けて発射。一発壊れとる。3発分離成功。想像したよりうまくいってる。いい感じで飛んでいった。今回多分最大の難関はここから。ミサイルにコントロール変更。3発飛翔しとる。こんなの初めて。時間停止してターゲットを飛行艇に合わせる。これを3発分。いいタイミングで SAS 入れて自動誘導すると命中するはず。先っちょ開くな。視聴者さん待っててね。いつもガチだけどここからはかなりガチでやらないと全く当たらない。いつも遊びやろ。本当に当たらないから真面目にやらないと大変なことなるんだって。待てめちゃ離れとる。SAS 入れるの遅すぎたー。数値見ると 5km くらい離れとるで。着弾誤差やばいでしょ。スラスターもついてないから姿勢変更も難しい。着弾。失敗するとこういうことになる。最高飛行速度マッハ2や。次はもうちょっと近づいて 17km くらいのところからやってみる。みんな当たるのか当たらないのか予想してみてな。前段発射。分離。次は4発きれいに分離できた。もうちょっと機体との間隔空けるべきだった。ほぼまっすぐ落とさないとさっきみたいに壊れちゃうんだよね。いい感じで飛翔できてる。ちなみに今は無誘導や。マップ開いて本来は宇宙でドッキングするシステム使って誘導してる。SAS 入れると飛行艇に向けてドッキングしようと機種抜ける。飛行進路変わった。全長 11m、35段行くよ。大きく外れとる。でもさっきよりかは近い。間もなく着弾。多分距離にして 2km くらい縮まったと思う。今落ちたのかなり近いで。港に落ちた。もうちょっと距離縮めて次は 13km 地点からやってみる。まとまるからいいところに落ちそうだけど。3回目のミサイル試験。正常に発射できたのは2発や。エンジン推力 90%、推力変更を聞きやすくしてみる。飛翔速度時速約 3000km、マッハ 2.4。来た。あかん。かなり惜しかった。多分 100m とかそのくらいの距離や。いけるで。はい、距離はさっきと同じ。ターゲットから 13km くらい。前段発射。4発分離成功。綺麗に直線上に飛翔できてる。発射した向きも結構いい。マップ開いてターゲット設定。SAS オン、誘導開始。飛行艇に向けて飛翔開始。見てもわかるように大雑把にしか誘導できない。次はマニュアル誘導もやってみる。これがめちゃ難しくてほぼ勘で当てに行くしかない。残り 2000m。着弾、港に当たっとる。3発命中。当てに行け。来た。ガチで来たー。角ローに60、ど真ん中に着弾。爆発した。ずんちゃんうれぴ。結局5回目で命中できた。かなり早くできてよかった。うちは無理を持っとったわ。やっと慣れてきたかな。でね、最後に見てほしいのある。左右の130トン分くらいのミサイル外したら機動性はどうなるのか。あれ？なんと普通に飛べてる。これ誰かさん作った激重ミサイル原因やろ。
本当に普通の飛行機みたいに飛べてる。見た目的にこれはこれでおかしい。まともに飛べるもの苦労してコントロールしとったんか。結論、ガトルは多分現実でも飛べる可能性はある。ただし水力変更は必須。皆さんこれ宇宙用や宇宙用。いいんだってロマンあるんだから。またガンダムの闇暴いちゃったね。問題点は謎の気象で、間違いなく作ったモデルが原因だけど、詳しくはわかんなかった。というか撮影に時間かかりすぎて特定は省略。着陸。おっとっと、聞いとるの視聴者さんやろ。いけたいけたいけた。完璧じゃない。ということにしといてやってください。終わり良ければ全てよし。こういう活動できるのもいつも見てくれる視聴者さんのおかげだから感謝だね。また作ってほしい機体あったらリクエストしてください。難しいの多くて作れんの大半やけど少しずつ再現してくれ。では今回はここまで。次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。